こんにちは、野崎ひとみです。今日はね、スタイリストと一緒に作る着回しクローゼット、一軍服だけのミニマムなクローゼットを作ろうというタイトルでお届けします。今回登場するのが今ね、スペインでお世話になっているマリさん。スペイン Vlog を見てくださった方はわかると思うけど、お家がもうね、すっきりと片付いていて、すっごい心地いい。物がね、少なすぎるわけでもなく、リラックスできるようなね、ちょうど良いものがあるって感じで、厳選されたね、必要なものばっかりですっきりとした暮らしをなさっています。スペインに来て最初ね、ひとみさんにお願いがあるんだけどと言われてクローゼット診断をしました。で、クローゼットの中を見せてもらったら、見事に暗めのベーシックカラーでベーシックなデザインばっかりで、自分にね、どんな服が似合うか、何をね、今ね着ればよいかわからないっていうお悩みだったので、一軍服だけにしたいっていうご要望を叶えるために、まず断捨離しましょうかっていうことで、私の断捨離7つのステップのね、動画をね参考にしてくださったかどうかはわからないけど20着以上手放されていて、こんなにねすっきりとしたクローゼットになりました。マリさんはね、パーソナルカラーはオータムで、骨格はナチュラルさんです。なので黒とかグレーをねベースにするよりも、ブラウンをベーシックカラーのメインカラーにするようにお伝えしました。オータムさんと相性が良いベーシックカラーは、ブラウン、ベージュ、オフホワイト、カーキ、この4つのカラーをねベースに集めていきながら、でオレンジとかゴールド、あとイエロー、ピンクなどね、そういった明るいカラーをアクセントとしてポイントに入れると良いっていうこともお伝えしてます。こうしてね、同じカラーで同じデザインが多いので、ちょっとね違うデザインの方が着回しやすいね。で、あとね、圧倒的にベーシックカラーがほとんどなので、そうするとね、ベーシックカラーだけでコーディネートをね構成しないといけなくなるから、今度はねアクセサリーとかバッグやシューズ、小物使いでうまくアレンジするスキルが必要になってくる。だからねコーディネートが余計にね難しく感じてしまうんですよね。やっぱ好みもあってね、似たカラーが集まってきちゃうので、ちょっとねベーシックカラーでも別のデザインだったりとか、アクセントカラーをね入れましょうっていうようなお話をしています。白が同じ感じだね。シャツ、でも骨格で言うとマリさんのこのシャツは合ってるんだよね。このコットンとか朝とかのシャツでふわっと着るのは。で、この形も OK、本当？で、この柔らかいは、ちょっとやっぱここの骨格がガッと出るから、こういう柔らかいやつは本当？悪くないけど、ちょっとこういう風な張りのあるしっかりしたの方が、ここはふわっと見えたりするっていう感じだが、朝とコットンをメインで、そうで、よいしょ、これがカーキ、でこれがイエローでしょ。パンツもこういう自然素材が好きなのね、マリさんね。でこれすっごい綺麗にグラデーションねあとデニムも綺麗にであと黒か、トレンドのねバターイエローのパンツを使ってコーディネートを提案していきます。今ね持ってらっしゃる中では白、あと
とはそうだね、これね、ベージュを合わせちゃうとちょっとねぼんやりしすぎるじゃない。色が近いから。だからベージュ合わせるときは中にね白の T シャツとか、あとブラウンのベルトとかで締めた方がよくって、でこういうねネイビーとかはすごくメリハリがあるので、ベージュよりはこういうネイビーとかとブラウン、カーキとか濃いめのベーシックカラーを使った方がいいですね。で今ねV ネックでもいいかっていうご質問だったので、あとマリさんの骨格だとその V ネックよりもボードネックだったりラウンドの方がね似合うというふうな説明してます。で、黒だとちょっときついから大玉さんに似合うのはブラウンで、この、ネイビーでもこの張りがあるね素材、コットンとか麻だとうまく気になる体型も隠してくれるし、ふんわりとした印象になるのでおすすめです。あとはねネイビーに合うのは、ちょっとこの中カーキだとやっぱこうやって見ると暗すぎるじゃない。だから、ネイビーにこの合わせるとなると、今持ってらっしゃるのはデニムとあとバター色イエロー、これね。で白いパンツがあるといいねっていうようなお話を今しています。このねライトブルーのブラウスも、今季ねトレンドカラーの一つだし、ちょっと使いたいなっていうことで今コーディネートを組んでるところです。けどねライトブルーとねちょっとカーキなんかちょっと暗くなるなっていう話をしてて、テラコッタカラー、私あんまりこういう合わせしないんだけど、ちょっとチャレンジしてみます。ライトブルーだったらやっぱり白のパンツがやっぱ綺麗に見えるなと思うんだけど、ここでねこうやって白のキャミソールを中に着れて、そうするとねちょっと明るさが出て、あとでシューズも白に近いライトベージュとかで抜け感を出したり、あとねゴールドのアクセサリーを加えていくといい感じになりました。バッグはねパンツのカラーに合わせてちょっとグラデーションにしてます。でヘビ柄のベルトにバッグもねちょっとアニマル柄を合わせて、こうやってちょっと関連性を持たせて、アクセサリーはねゴールド合わせにして、このねブラウンの革紐がすごく効いてるよね。ちょっとバッグのカラーにもあって、でベージュのパンツとスニーカーに入れ替えてもいいし、今度はねデニムワイドにしても、いいと思います。でこの時デニムにしたらねバッグがねちょっと夏にはね重い印象になったから、ラフィアのバッグでこの軽さを出しました。でラフィアのベージュと合わせてサンダルもベージュに。今度はねネイビーのコットンブラウスのコーディネートのアドバイスが欲しいと言われたので、ブラウスメインで作っていきます。こういうね柄のバッグがあるとねベーシックカラーのコーデのアクセントになってくれるから、一気におしゃれになるよね。このバターイエローのリネンパンツにも合います。ちょっと実際に着ていただきました。ここでね足元に注目。ここではパンツのカラーとサンダルのカラーもちょっと近いカラーに入れてつなげてるテクニックね、つなげテクでやってるんだけど、ネイビーのねブラウスのカラーが重くてちょっとね足元がね軽すぎるなと思ったので、こんな時は足元に黒のね華奢なサンダルにチェンジすると引き締め効果になるので、今度は少しねロールアップしてカジュアル感が出たと思います。
これでもいいけど、マリさんこれを買ったから、はい、ここをバイアスで取って、こうしてドレープを作る。このねピンクのストールは海岸沿いのブティックで一緒に選んだのコットンのストールです。マリさんがねこのねピンクを選んだ時も内心びっくりして初めの頃は私がねこれはとかこれはとか結構ね明るいカラーをね持って行ってたら、いやちょっと無理ってばっかり言われてたから、ちょっとねびっくりしたけどすっごくよく似合ってますよね。こういうね明るいカラーが一つあるだけでコーディネートがね、ベーシックなカラーのコーディネートがすごく明るくなるので、かっこいいかっこいい。一つあると便利です。いいね。よし。このマスタードカラーすっごい似合ってるね。こんなにね明るいカラー買ったの初めてって言われてて、でもこれ全部ねご本人がご自分で選んでるんだよね。それを私がコーディネートをしただけ。次はねさらにディープなイエローのサマーニットです。足元はね黒サンダルでもいいけど、ちょっとベージュに変えてねロールアップしてカジュアル感を出しました。こうしてねカラーにねだんだんと抵抗がなくなっていってるマリさんをちょっと見ていると、本当に私と一緒にこの2ヶ月間で華やかにおしゃれに明るくどんどん変わっていってるのがすごく分かって嬉しいです。マリさんから今回のメニューのご感想いただいたのでご紹介します。まさに目から鱗でした。コーデの組み合わせがどうして今まで考えなかったんだろうと頭が凝り固まっていたんですね。納得いく説明をひとみさんがしてくれて感謝。これからクローゼットの中がどういう方向に変化していくのか楽しみです。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!